DIY 教室。柄物壁紙を白く塗ろう。水性ペンキの塗り方。今回は柄物壁紙の上からこちらの水性塗料と道具を使って白く塗装していきます。コンセントカバーなど可能な限り外してマスキングテープで覆いましょう。養生範囲を広げたい場合はマスカーを使います。塗る境目に沿ってマスカーのテープを貼り、ビニール部分を広げます。ぐるっと一周貼ったらハサミでカットします。床側は踏んでも破れないよう余裕を持たせてからめくれないように端をテープで固定します。塗料をよく振って中身を混ぜてから蓋を開けて塗料用バケツに注ぎます。ハケの毛先の2分の1から3分の2にペンキをつけます。余分なペンキを落としましょう。バケツ側面には磁石があり、ハケを固定することが可能です。まずはじめにローラーでは塗りにくい境目部分をハケで塗ります。厚塗りにならないように注意しましょう。ローラーに塗料をつけて垂れない程度に落とします。このローラーの柄は縁にかけることができます。塗料を配るように壁につけてから広い部分はブロックに分けてローラーで塗ります。均等に薄く塗り伸ばしていきます。横、縦とローラーを動かして塗り広げます。最後はそっと抜くようにローラーを壁から離します。次のブロックに移り同じように塗っていきます。柄が透けて見えても気にせずに薄く均等に塗ることを心がけてください。1回目の塗装が乾いたら2回目を塗っていきます。乾くまで蓋をして置いておいた塗料は混ぜ棒で攪拌して使用します。2回目も同じ手順で塗っていきます。境目の部分をハケで塗り広い面をローラーで塗っていきましょう。1回目の塗りの上に塗料をのせるように塗ります。まだ透けが残って見えたとしても厚塗りにならないように
薄く均等に塗ります。2回目を塗り終わってまだ柄が透けて見える場合は3回目を塗っていきます。3回目の境目部分は薄い箇所だけ塗っていきます。残りをローラーで塗っていきます。同じように均等に薄く塗っていきましょう。今回は3回の塗りで柄が見えなくなりました。何回塗るかは下地の色柄によって変わります。最後に完全に乾く前に養生を剥がします。塗料が乾いている場合は境目にカッターで切り込みを入れます。塗料が壁や手につかないように養生をゆっくり剥がしていきましょう。コンセントカバーを戻したら完成です。